はい、今回はよくご質問いただく After Effects で文字を一文字ずつバラバラに揺らす方法をご紹介していきます。イラストレーターや Photoshop なんかで作った画像素材の場合は一文字ずつレイヤーを分けてそれぞれを動かすという風に作る必要があるのですが、 After Effects のテキストの場合はアニメーターで簡単に作ることができます。では実際にやっていきます。まずコンポジションを作成します。コンポジション新規カット01としてフル HD のコンポジションを作成します。そしてレイヤー新規平面で背景を作成します。次にテキストを配置します。こんな感じですね。ではこの文字をバラバラに動かしていきます。テキストを開きます。そしてこの文字をバラバラに揺らす。揺らすというのは1を動かすことですので、1のアニメーターを追加します。テキスト、アニメーター1を追加します。これでアニメーター1、範囲セレクターと1が追加されました。このアニメーターを追加するとデフォルトではこの範囲セレクターがついてくるのですが、今回はバラバラに動かしますので Wiggly セレクターを使用します。アニメーターの横にある追加からセレクター、Wiggly を選択します。これでアニメーター1の中に Wiggly セレクターが追加されました。範囲セレクターは今回使わないので選択してデリートで削除しておきます。そしてこの Wiggly セレクターの中に1が入っている状態ですね。では1を設定していきます。揺らす動きですので1をそんな大きく設定する必要はないので、ここでは横縦両方とも10としておきます。するとこれだけでこんな感じでバラバラに動くようになりました。これは Wiggly セレクターによってランダムにこの縦横10ずつ動き続けているような状態ですね。次にこの揺れ具合を設定していきます。Wiggly セレクターを開きます。まず揺れの速度を設定します。この Wiggle 秒の数値を上げます。例えば10。もう少し速くてもいいですね。20。こんな感じで速く揺れるようになりました。こんな感じで Wiggle セレクターを使うと簡単に文字をバラバラに揺らすことができます。そして今この揺れ具合なのですが、相関性が 50% になっているため、少し隣接する動きに影響を受けているんですね。これ100にすると完全に一つの塊となってしまうのですが、例えば 80% ぐらい、相関性を 80% ぐらいにすると、この隣の動きに影響を受けて揺れているのがわかると思います。ですので完全にバラバラに動かしたい場合は、この相関性の数値を0に設定します。これでバラバラに揺らすことができました。こんな感じで Wiggle セレクターを使うと、この設定したプロパティを個々の文字にそれぞれランダムに適用させ続けることができます。今これは1を使ってランダムに揺らし続けているという形なのですが、例えば他にもプロパティを追加してみます。アニメーター1の中に追加、プロパティ、スケールを追加します。Wiggly セレクターの中に1とスケールが入りました。例えばこのスケールを 150% とします。するとこんな感じですね。ランダムに揺れながらランダムにスケールの大きさが変わるといった表現となります。これはこれで面白い表現になってますね。で、この最大量、最小量という数値があるのですが、これ 0% の状態がデフォルトの状態となります。そしてこの Wiggly セレクターでランダムに動かす影響の範囲ですね。最大量を100にすると、プラス方向にスケールが影響を受けると。150% ですね。そして最小量マイナス100にすると、マイナス方向にも影響を受けるといった影響力の範囲の設定となります。他にも追加してみます。アニメーター1追加、プロパティ、Y 極、歪める効果ですね。Y 極の数値を上げて
Y 極軸を傾けます。するとこんな感じですね。文字がそれぞれランダムに踊っているような表現になったり、さらにプロパティ、不透明度を追加すると不透明度を0に設定、さらに点滅なんかも追加するといった表現となります。こんな感じで Wiggly セレクターを使うと一文字ずつ個々にバラバラにランダムに動かすような表現を簡単に作ることができます。適当にいろいろ触って配置してるだけでも面白い表現ができたりしますので、実際に触って遊びながら理解していくのがいいんじゃないかなと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。